腹割れスコーンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はサクサクしっとりな腹割れスコーンを作りたいと思います。スコーンもいろんな種類があると思うんですけれども、今回はですね、腹割れといって真ん中がパカッと割れたスコーンを作っていきます。そしてですね、今日はスコーンにつけるジャムも電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。材料をご紹介します。薄力粉、牛乳、無塩バター、お砂糖、塩、ベーキングパウダーです。こちらの材料で作っていきます。こちらの牛乳は豆乳などで代用していただいても OK です。ということで今日はこの6つの材料で作っていきます。それではまず最初にバターを1センチ角ぐらいの大きさにカットします。でこの後ね、小麦粉と混ぜていくんですけれども、ちっちゃめにした方がね、混ざりやすいです。そうしましたらこちらのバターは使うまでしっかり冷やしましょう。続いて粉類を混ぜていきます。まずボウルに薄力粉、ベーキングパウダー、塩、あとお砂糖ですね。はい、粉類をよく混ぜましょう。はい、でよく混ざりましたら一度この粉をふるいます。こうすることで粉にね、ムラがなくなります。スコーンを作るときはですね、材料は全て冷たい状態で作っていきます。そうするとサクサクっとした仕上がりになります。なので一度粉類をね、これ混ぜていただいてからラップをします。この粉類も冷蔵庫で15分から30分ほど冷やしてください。時間があるときはね、30分冷やしていただくといいかなと思います。はい、30分経ちました。しっかりね、粉が冷えている状態を作ってください。ここに冷やしておいたバターを入れます。バターを切るように粉と合わせていきます。最初はね、このスケッパーなどでこうやってバターを切りましょう。薄力粉をバターでコーティングしてます。そうするとグルテンの発生をね、抑えることができます。ある程度ですね、バターが細かくなったら今度はですね、手をしっかり洗っていただいて手ですり合わせながら混ぜていきます。でそうするとしっかり小麦粉にね、バターがコーティングされます。で目安としては今こんな感じで白い生地なんですけれども、生地がねちょっと黄色っぽくなって質感も粉チーズっぽくポロポロっとした感じになるまでこのようにすり合わせていきます。でこれはですね、手が温かかったりするとバターが溶け出してしまうので、なるべく素早くね、作業を行うようにしてください。はい、このぐらいですかね。先ほどよりも少しね、生地が黄色っぽくなりました。この見た目と色合いが粉チーズみたいになります。このようにね、サラーっとした状態です。少しね、このバターの塊あっても大丈夫です。それではここに牛乳を加えます。牛乳も使うまではしっかり冷蔵庫で冷やしておいてください。これを3回ぐらいに分けて加えていきます。まず1回混ぜて、でそしたらまたスケッパーまたはヘラに持ち替えていただいて、さっくりとね、混ぜます。この時ね、練り混ぜないようにしましょう。でそしたらまたちょっと粉っぽいところめがけて牛乳を加えます。そして混ぜます。底の部分からしっかりと混ぜ込みましょう。で最後ですね、また加えます。でこれで混ぜましょう。これをですね、手でひとまとめにします。ここでこねすぎてしまうとこれもグルテンの発生の原因になりますので、5回ぐらいですね、押し付けてこうまとめる、押し付けてまとめる、で押し付けてまとめる、こう折り込んでいくようなね、イメージでこのようにひとまとめにします。まとめた生地をラップの上に置きます。こちらをラップで包みます。はい、少し押して、厚みこのぐらいですね、このぐらいの厚みにしておきます。そうしましたらこちらをですね、冷蔵庫で15分から30分ほど冷やしてください。やっぱりね、どうしても牛乳を入れるとグルテンが出てしまうので、そのグルテンを冷やして弱めます。なので時間がある時は30分、時間ない時は15分で OK です。冷蔵庫で冷やしてください。はい、
30分経ちました。そしたらラップを外しましょう。今ねこのような状態になってます。これをですね少し押さえていただいて、だいたい2センチから3センチぐらいの大きさに一旦潰します。これをまず半分に切ります。よいしょ。これを重ねます。こんな感じですね。そしたらまた上から押さえます。ニューと。でこれで層をね作っていきます。そうするとね綺麗にパカッと割れるスコーンが作れます。でこれをまた半分に切ります。でこれを乗せます。そしてまた押しつぶします。このようにどんどん重ねて層を作っていきます。この時ね練らないようにね押すイメージで作ってください。これを4回繰り返します。こんな感じです。今このような状態になってます。綿棒に少し薄力粉をつけていただきます。この生地を2センチぐらいの厚みにしていきます。はい、このぐらいの厚みにしてください。で、それではですね、こちらの丸いセルクル、直径5センチですね。こちら100円ショップで私は購入しました。ダイソーさんで売ってた気がします。これでくり抜いていきます。でもしね、こういう丸いものがなければ包丁で切っていただくか、またこういった丸いものを置いていただいて、この周りをね、包丁を使ってこうくり抜いていくといいかなと思います。簡単なのはね、四角く包丁で切っていただくといいかなと思います。では、こちらを生地に乗せて下に押します。シュッとクククッと回していただいて、こんな感じですね。手で持っちゃうとねちょっと形が崩れちゃうので、このようなナイフなどでスッと下から入り込んで取ります。オーブンの天板にクッキングシートまたはオーブンシート敷いていただいて、この上に乗せます。こんな感じです。また同じようにくり抜きます。でクククーっと回していただいて、でセルクルを取って生地をポコッと剥がします。あとはこちらのナイフですくい取ります。はい、でこのように4つ穴が開いてもうねこれで取れないという時は一旦こちらをまたね半分にしていただいて、これまた生地を重ねてあんまりこねないように押しつぶしていただいて、また生地をこのようにまとめます。そしたらまた切って乗せて押して、今度はね2回ぐらいで OK ですね。やっていただいて、よいしょ。でまた伸ばします。でそしたらまた同じようにくり抜きます。はい、こんな感じです。これをどんどん作っていきます。こんな感じでもうあと丸が作れないよっていう時は、あとは切っていただいてちっちゃい一口サイズのスコーンにしていただくといいかなと思います。で全部で今回ね7つできました。であとは余ったこちらですね。で一緒に焼いちゃいましょう。それでは最後焼く前にこのスコーンの上に牛乳を塗ります。そうするとですね綺麗な焼き色がつきます。こちらはですね卵液をね塗っていただいても OK です。牛乳を塗るとちょっとマットな感じに仕上がるんですけど、卵液を塗るとちょっとツヤが出ます。なのでこちらはお好みでねやっていただいて OK です。それではこちらを200度に予熱したオーブンで15分焼きます。それでは冷凍いちごを使って電子レンジで簡単に作れるいちごジャムを作っていきます。こちらはですね作りやすい分量で作っていきます。冷凍いちごが 100g、 お砂糖が 20g、 そしてレモン汁が小さじ1杯です。こちらの材料で作っていきます。まずですね冷凍いちごを耐熱容器に入れていただいて、ここにレモン汁を加えます。そしてふんわりとラップをして、こちらを電子レンジ 600W で1分半加熱します。加熱し終わりました。そしたらラップを取っていただいて、でこちらをフォークで潰します。もし硬い時は追加で20秒から30秒ほど加熱してみてください。はい、このぐらい潰しました。それではここにお砂糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。最後ラップをせずに30秒から1分ほど中身が吹きこぼれないように様子を見ながら加熱していきます。はい、出来上がりました。でちょっとねこの周りにアクっぽいのがあるので、こちらは取り除いてください。あとはこちらをね冷ましたらいちごジャムの完成です。はい、焼き上がりました。こんな感じで綺麗にパックリ払われしました。はい、これでサクサクの払われスコーンの完成です。こんな感じに仕上がってます。焼き色も綺麗についてパックリ2つに割れました。
れではいただきます。こんな感じで綺麗にパックリ割れました。手づかみで失礼します。じゃあまずこのままいただきます。外側がすごくサクサクしてます。じゃあここに手作りのいちごジャムをね、ジャムもまた合うんですよね。いただきます。いちごジャムすっごく合いますね。じゃあ続いて蜂蜜。やっぱね、蜂蜜もねスコーンに合いますよね。いただきます。はい、今日も美味しく仕上がりました。今回のハラワレスコーンのポイントです。サクサクっとした食感に仕上げるポイントとしては、それぞれの材料は使うまでは必ず冷蔵庫にしまっておいてください。混ぜる時のポイントなんですけれども、まずはじめに粉類だけ混ぜていただいて、そこにバターを入れて切るように混ぜてください。この時に揉み込むように混ぜてしまうとグルテンが発生してしまってサクッとしたね食感になりません。つけっぱなどがねあれば一番やりやすいんですけれども、もしない場合はヘラとかでこう切るように混ぜてください。ある程度混ざったらこう手ですり合わせて粉チーズみたいな感じにしていただくと色味もね少し黄色くなります。でそしたら牛乳加えていただいて、こちらもね素早く混ぜるようにしてください。水分加えるとねどうしてもグルテンが発生しやすくなってしまいます。なので一度牛乳を入れた後は冷蔵庫で冷やして、で冷やすとですねグルテンが弱まりますので、その分サクッとした仕上がりになります。あとはですね、生地をですねパイシートを作る時みたいに重ねて押して重ねて押して重ねて押してどんどんこう生地を積み重ねていくイメージです。そうしていただくとこのようなパックリと綺麗に割れるハラワレスコーンを作ることができます。そして今回はね手作りのジャムも簡単に作りました。冷凍のいちごを使ったんですけれども、ラズベリーとかあとブルーベリーとかの冷凍もありますので、そちらでも同じように作っていただけます。ぜひお好みのジャムを作って楽しんでみてください。今日はサクサクのハラワレスコーンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。